どうもこんにちは、川口の健です。サイドエラスティックシューズの靴が前回ソール仕上げを経て完成しましたので、今日は最後に軽く仕上げをして、そして履いてみたいと思います。楽しみですね。スウェードなので仕上げといってもブラシでパッパとね、ホコリを払う程度のものなんですが、そのようにやりつつ改めてこの靴どんな靴か解説して履きたいと思います。スウェードはケアがめちゃくちゃ楽っていうのがメリットの一つ、特徴の一つで、汚れもつきにくいですし、あと当然クリームを入れて磨く必要がないですね。でブラッシングっていうのは一応スウェードケアとしてあります。ブラッシングに使うのが普通のケアに使う豚毛ブラシとか馬毛ブラシで、スウェード用っていうのを一つ持っておくのもいいと思うんですけど、今回使うのはこれです。これ何かというと、スウェード用のこれブラシなんですけど、なんかいろいろついてるんですけど、まずここにこのナイロンの毛のブラシの中に真鍮の毛が入ってますっていう、この2種混合のブラシですね。それとこの裏面にはここまたちょっとブラシみたいなのついてるんですけど、これゴムのブラシですね。スウェードって消しゴムみたいなのを使う時があって、汚れがついたのをこするんですよね。それがこのゴムの部分ですね。でここにもちょっと突起があるんですけど、これも消しゴムですね。と細かい汚れだったりを局所的にこすり取るような場所です。こんなのが売ってます。スウェードケア用ですね。ここにもついてますね。いまいち使い分けは微妙なところなんですけど、僕そんなにスウェードの靴多く持ってないので、そんなに細かく使い分けたりしてるわけじゃないんですけど、一応こんなのがあります。今完成なので汚れは全然ついてないので、このブラシここで軽く毛並みを整えていきます。スウェードのブラシはあまりこの真鍮ブラシみたいな硬いのでガリガリやると毛が崩れちゃうので、そこはちょっと注意ですね。なので普段のホコリを少し払うぐらいだったら、こういう真鍮ブラシとかじゃなくて豚毛ブラシでパパッとやるのがいいと思います。ただクリームついてる豚毛ブラシだとスウェードにクリーム乗っちゃって変に毛足潰れちゃったりするので、そこはスウェード専用であるのが重要です。制作中もカバーかけたので全然汚れも何もないので、これで終わりですね。これで完成しました。こちらの靴、スウェードイルチアのアリカンテという銀付きスウェードですね、使ってます。銀付きスウェードというのは革をそのまま裏返したもので、銀付き、つまり銀面ですね。普通靴に使うツルツルな面がこの裏側にありますという意味です。銀付きじゃないスウェードもあるのっていう話なんですが、あります。銀面の代わりに樹脂みたいなので革をコーティングしてるんですよね。それが裏面で、表面がこういうふうに毛羽立っているっていうものもあります。銀付きスウェードの方が高価です。そして色はダークブラウンですね。スウェードは毛並みによって色の見え方若干変わったりするんで、結構今直射日光がガンガン当たってるので少し白っぽい感じもしますが、毛並みで色というか見え方が全然変わります。今回の靴の特徴としては、非常に柔らかく作れるということでスウェードを使って、そしてソールがビブラムのガムライトっていう柔らかい発泡ゴムの素材ですね。ラバーソールって意外と重たいです。レザーよりも重いかなって思うこともあります。なんですが、この発泡ゴムはそのスポンジみたいな感覚で、ゴムなんだけどそれを発泡させてるっていう、詳しいことは分かんないですけど、そういう素材なんですよね。ビブラム、ここに書いてあるガムライトって書いてあるんですね。でスポンジって結構減りやすいですし、あとは摩耗すると結構滑ったりするんですけど、これはゴムなので、そのスポンジのデメリット部分を解決しながらスポンジの良さを取り入れたみたいな、そういう素材ですね。このソール自体はケープタウンソールっていう名前がついてます。で結構厚みが8ミリあるんですね。普通レザーソールは厚み4ミリとか5ミリです。でさらにこのラバーソールを接着するためにベルトの下にミッドソール3ミリ入れてるんですね。ベルトの厚み3ミリ、ミッドソール3ミリで、普通レザーソールだとダブルソールで厚みが5ミリぐらいなので、全部で335で11ミリになるんですね。それでも結構分厚い感じは印象を受けるんですよ。でここ5ミリの部分が8ミリになってますので14ミリですね。結構
分厚いんですけど、これはこれでカジュアル感っていうありかなと思います。ちょっとソールが分厚くなることで厚底シューズのなんていうかね、モードな感じ、デザイン自体もシンプルなのでそういった印象も受けますね。精度もいいし、黒のボックスカーフとかでこういうデザイン作るのも面白いかなと思います。その他は靴の作りとしてはカウンターはしっかり入れてます。つま先はちょっと、作業の簡略化とあんまり先芯をね硬くしすぎなくてもいいかなという感じがしたので、溶剤芯という作業性に優れた芯を入れてます。レザーの芯と違って成形ができないのであんまり作り込むことができないんですけど、全然意外とやってみると違和感ないですね。ただ若干この辺にぷくっと芯との境目が見えますね。レザーだとこの辺もしっかり調整していくのでほぼ境目って分かんないんですが、この溶剤芯はこの辺の調整ができないので若干浮いて見えますね。特に今回キャップとかないのでプレーンなのでその辺がちょっと見えやすい感じはありますね。ソールはラバーソール接着ですけど、出し縫いはフルハンドでやってますので、このウィールにぴったり沿ったしっかりしたベルト面ですね。フルハンドらしい目付けができてます。このデザインと革と相まって気取らない上品な大人っていう感じがしますね。ちょっと僕もそろそろね上品な大人になりたいので、こういう靴を履いて形から入っていきたいと思います。それでは履きます。もう最近は球磨川のこの靴を履き倒してるのでめちゃくちゃボロボロになってきました。しかもこんちゃんの散歩、犬の散歩ですね。これ毎日履いてるんで、泥とか雪とかあるんですよ。なので結構大変なことになってますね。このエラスティックも散歩で履こうと思ってるんですけど、ちょっとあまりにも濡れてる時、雪が降った次の日とか、雪が降ってる間とかはこっちを履こうかな。この靴は全然そういう汚れも気にせず履く気ではいるんですけど、さすがにねこの綺麗な状態一気に汚れるのはちょっと寂しいですね。すげえ柔らか。これ自分で木型作ってるんで当たり前ではあるんですけど、すっげえフィット感かもしかもめちゃくちゃ柔らかいですね。やっぱライニングは普段から柔らかいのを使ってるんですよ。今回アッパー柔らかいっていうのがこの足入れからすごい感じますね。あとやっぱこの時点でソールのこのクッション性、このふかふか具合っていうのは少し感じます。足音からして柔らかいですね。この靴ビスポークなのでフィッティングどこ行ってもどなたにも体験していただけるものではないんですが、率直にそうだな、軽いな。靴が軽いですね。この発泡素材の軽さすごく効いてる気がします。ただ、若干緩い。このサイドエラスティックで紐でグッと締められないっていうのもあって少し緩みを感じますね。ちなみにこの靴は仮靴を簡単に左足だけ作って本番に入りました。でもいいですね。やっぱりあれですね、紐じゃないのでその固定感っていうのは少し心もとない感じはありますね。そこはちょっともう少しサイドエラスティックなので、ゴムの張りをきつくすることで解決はできると思うんですけど、その辺が若干課題としては残りますね。
いやでもかっこいいな。すごくシンプルで合わせやすそうなデザインですね。この足入れがもちろんのこと、脱ぐのもこれで脱げちゃうんで、ちょっと脱げやすすぎるかなって思うぐらい、歩く時に全然脱げる感じはないですけど、もう少しホールド感やっぱあってもよかったかな。でまあこれがこの楽さ、気持ちのね楽さにつながって結構手に取る回数が増えそうな感じしますね。はい、ということで1年ぶりに新しい靴をゲットしてウキウキです。やっぱりこうね、靴好きなんで靴欲しいんですよ、自分の靴。でもやっぱりなかなか作る時間ないですし、当然後回しにはなっちゃうんですけど、やっぱこうして履いてみるといろいろなねこう、木型の改善点とか、木型の改善点っていうのはその僕自身の木型にはもちろん反映できるんですけど、そういったのはお客さんの木型にも、反映していけるものはあるので、そういった発見とかこの素材の発見できるのでやっぱりいいですね。本当は半年に1回ぐらいはね新しい靴を作っていきたいんですけど、靴欲しいですからねやっぱりね。また自分の靴作るときはこんな感じで動画にできればなと思います。ということでサイドエラスティックシューズ完成でした。それではまた。